生と死だったり華やかなものとその影だったりとか相反するものを表現していくことが多いかなと思います。蜷川実花です。写真を中心に映像だったり映画だったりとか、あとインスタレーションなどいろんなことを多岐にわたって制作をしてます。私は東京生まれで東京育ちで、この町にしか住んだことがないんですけれども、雑然とした場所ではあるんですけれども、その中に季節の移ろいがあったりいろいろなものが全部一緒くたに入っている場所という印象です。やっぱりこの町でずっと生きてきて呼吸してきたものっていうのが自分の作品の中にすごく入り込んできてるなっていうのは常に感じます。初めの頃はなぜ花を撮るかも理由がはっきりしていなくて、撮らずにはいられない、一瞬で咲いて一瞬で散ってしまってとどめておけないものをとどめなきゃいけないっていう思いにすごく駆られるモチーフで、毎年毎年すごい量を撮っていて、桜だけで7万枚撮ってたんですね。そうなってくるとなぜ撮るかっていう理由が自分でももうよくわからないすごく原始的な何かに突き動かされて撮ってるような気がするけど、桜はやっぱり私にとっても多分日本人にとって特別な花だと思うんですね。すごく人工的に特に都会の桜なんか植えられて同じように年を取って、そういうことも含めて何かそこにストーリーをすごく感じるところもあって、毎年毎年同じ場所で同じような時期に撮ってますけど、同じモチーフだからこそ自分が今何に感じてるのかとか世界に対してどう思ってるのかみたいなことがすごく如実に現れるモチーフで、自分の写し鏡のような気持ちでいつも撮ってますね。海の中の真空状態みたいな、光と闇しか見えないみたいな感じで、そこはもう生と死の淡いしかないような空間の中で余計なものを全部削ぎ落として、カメラと呼吸をするためのポンプとっていうだけになった時に映ってくるものっていうの強さがすごくあって、海から見る光が圧倒的に眩しかったりとか、下を見た時に信じられないぐらい闇が深かったり、普段キャッチできないようなシンプルな心理があるような気がして、こういうことを撮りたいっていう思いだけで撮れるような環境下に強制的になるのが面白くて潜ってます。女の子写真ブーム、ガーリーフォトって言われることにまずびっくりした。当時美大生だったので、なんていうのかな、その若い女性に何かの価値があるっていうことと全く無縁な生活をしてたので、そうか、若くて女性だとそういうふうにある種の誰かの人の気を引く何かがあるんだなって、それが自分にあるのっていうのをすごく驚いたんですけれども、これ自体はすごく消費される危ない流れだなって、その時大学生だったんですけど思ったけれども、この流れに乗ってそれで消費され尽くして終わってしまうぐらいだったら、所詮私はそれぐらいのものなんだっていう腹を当時くくって、高校で発表できるところでは全力でやろうっていうふうに決めたのはすごいはっきり覚えてます。ずっとそのガーリーフォトっていうところからスタートしてから、今だからこそ見えてくる立ち上がってくる表現だったりとか、その当時どうだったんだ、あれは何だったんだろうって思いだったりとか、それを超えて今表現できる場があるっていうのはとても面白いなと思っていて、すごく楽しみ